こんにちは、おりんです。今日はですね、こちらのダイソーさんの新商品、リトルカラーのムーングレーとフリージアイエローを使って三角ショールを編んでいきたいと思います。こちらは、カラーナンバー18番のムーングレーです。35g 入り160m ですね。かぎ針のおすすめが 3.5mm から 4mm ですね。こっちはフリージアイエロー、21番のフリージアイエローですね。すごく細い糸になってます。はい、こちら買ってきましたんで三角ショール編んでいきたいと思います。 3.5mm 6号針で編んでいきたいと思います。三角ショールの考え方としまして、三角のこっちのこの辺ですね、一辺二辺で、ここは底辺なんですけど、ここの辺それぞれ1段目は5目ずつ、大体の三角ショールは5目になってます。で、1段こう増えるごとに4目ずつ増えていくっていう感じに法則としてはなってるものがほぼほぼなので、1段目はこの三角のこの一辺に対して5目入れていきます。この両方だと10目ですね。はい、入れていきます。はい、ではですね、最初の中心の部分は輪で始めてもいいんですけど、私は今回は鎖編みを6目編んでつなげて編んでいこうと思います。どこでもいいんでつなげてもらってですね、はい、ここから始まりますね。6にした意味っていうのも別になんか大して意味もなくてですね、5でもいいです、4でもいいんですけど、入ればねで、123と立ち上がり3ですね。で3目のところにですね、私マーカーをちょっとつけておきますね、の方が分かりやすいので。はい、でこれを1と数えます。はい、で、鎖を1入れます。これも1と数えます。なのであと3目入れます。はいね、3目入れます。1、2、3と長編み3目入れます。普通にね。はい、で次頂点なんですね。1、2と頂点鎖編み2目入れます。3でもいいんですけど、3だと少し間隔が広くなる感じですお好みですね。はい、では、逆の辺、三角の逆の辺をいきます。はい、でここも3目まず入れますね。長編み1、2、はい、3入れたので鎖1入れます。はい、で、長編みを1目で終わりです。1段目はね、よいしょ。はい、これなんか糸が最初から変だったですね。はい、今ちょっとこんな感じで赤ちゃん三角ショールの赤ちゃんみたいな感じになってますけども、1段目がこれですね。立ち上がりがこう1目と数えますので、鎖1でここ3目で、鎖じゃなくても普通に長編み編んでもいいんですけども、なぜ鎖にしてるかっていうと、ここに増やし目をするんです。でこの鎖のところに増やし目をするんですね。こことここだけ増やし目をするんです。増し目です。増やし目、増し目。なので分かりやすいように私はここを鎖にしてるんです。長編みにしててもいいんですけど、ここは長編みにしていた場合、ここに2目入れます。はい、ただそれだけですね。で、2段目いきます。1、2の3目目はちょっと足し気味で、裏山でかマーカーつけますね。
でくるんと編み地をひっくり返して鎖を1編みます。はい、でここの鎖のスペースに長編みを2目、増し目なので2目入れますね。で、下の段の3目分、さっき編んだ3目をそれぞれ拾います。はい、3目頭ですね。長編みの頭を拾っています。はい。でここ鎖編みの部分が来たので、ここに増し目というか、長編み2目入れます。はい。これで、9目になっているはずです。数えますね。これ1目目で鎖1目として123456789ですね。はい。ここ9目になってます。また次の段は4をプラスした13目、17目、21目と増えていくんですけども、そういうふうにこう一段ずつカウントをしていけば間違えることなくですね、編んでいけますね。はい。間違えるとね、もうどうしようって戻るべきか戻らざるべきか悩みますよね。で結局戻るんですけどちょっとさらっと編みましたけど、こっちも同じで、鎖の部分に2目入れまして、で3目拾ったところです。で鎖が来たのでここに2目入れますね。はい、長編みだけの編み方の時はこういう感じで編んでいきます。で2目入れたので鎖を1して、この今マーカーが入ってるここですね、ちょっと取りますか。よいしょ。ここに、はい、これで2段目、ここが9、ここも9になってますね。はい、じゃあ3段目ね2、3と、でさっきのマーカーここ入れますね。3段目に、ごめん、3目目に、ごめんなさい、3目目ですね。はい、くるっとひっくり返しまして、鎖1で鎖のところに長編み2、はい、でずっと拾っていって、頂点は2目入れて鎖2目入れてまた2目入れてで拾っていく。で鎖に2目入れて立ち上がりの一番上の鎖に1目長編みを入れるっていう感じで3段目まで、ずっと長編みで編んでいこうと思います。ではちょっと3段目の終わりまで編んでいきますね。3段目まで編めましたね。はい、それでは4段目方眼編みを入れたいと思います。2で3段目、3個目はちょっと長めの鎖編みです。はい、でくるんとひっくり返して、鎖1でここに2目増やし目として増やしていくんですけども、まず長編み1入れて鎖1します。これで2目編んだことになるので、次長編み入れますね。はい、長編みで鎖1で1目飛ばして、ここですね、長編みで飛ばし鎖編み1で飛ばして長編み1で鎖で1飛ばして長編み1、はい、鎖1飛ばしてここに長編み1ですね。こういう状態なんですけども、すいません、これにしますね。はい、鎖1してここ最後ですね、最後の目を拾ったらここに2目入れるので鎖1してで長編み1、これで2目入ったことになります。はい、で鎖2目
して反対側ですね、長編みから始めます。長編み1で鎖したら、この手前の目の頭に長編み、はい、これですね。これ1個飛ばして、はいはい、鎖1して1個飛ばす、鎖1して1個飛ばす、はい、鎖1して1個飛ばす、鎖1して、これ最後の目です。はい、1個飛ばして、ここにこれ今2目目ですね。鎖が1目目、今の長編みが2目目で、鎖でこうね、ちょっとこれ取ります。ここは裏山なので上に2本かけてます。はい、はい、これで方眼編めました。で最後方眼を拾っていく5段目編みますね。よいしょ。立ち上がり鎖3して、くるっとひっくり返して鎖編み1、はい、ではこの、鎖のスペースに長編みに入れますね。はい、で長編みの頭には長編みで、鎖のところにですね、ここのスペースにダイレクトに入れて長編みで、次は長編みが編んであるので頭ですね、長編みの頭に長編み、スペースには普通に長編み、はい、頭っていう感じでこう編んできますね。はい、それではね編んできました。で、いつも通りこの頂点の鎖2目のところに長編みに入れます。で、鎖に入れて逆側の長編みっていう感じで編んでいきます。はい。で今5段目なので、5、9、13、17、21目やってると思うんです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21ですね。はい。というふうに目数を確認をしつつ編んでいくと間違いが少なくてですね、ちょっとたるんでくる結局目数をねちゃんと数えてやっていくとこうほどいてやり直しっていうことも少ないかなと思うので、ぜひね数えながらやっていただくといいかなと思います。9段ぐらい編んだら黄色に変えようかなとか、ちょっと気分で変えようかなっていうふうに思ってます。で、この長編みに対してですね、引き上げ編みを編んでこうちょっと境目、立体的な境目を作ろうと思っているので、まずそこまで編んでいってその引き上げ編みのご説明をさせていただこうかなと思います。それでは続き編んでいきます。この方眼編みを1、2、3、4、5回編んできました。5回編んで、長編みの段を1段入れたんですけども、ここから引き上げ編みを入れたいと思います。今13段編んでます。引き上げ編みを入れる段っていうのはお好みで全然どこでも変えていただけるのでお好みで変えてください。色の変え方もですねお好みで、14段目になります。
今立ち上がり3目編んだので1目鎖編みます。取れちゃった。はい。で、ここのスペースにいつも2目入れるので、ここはね普通に2目入れます。長編み2目ですね。1、2と。はい。ここから長編みが下の段ずっと入っているので、ここを全部表引き上げ編みで編んでいきます。ここの目、頭ではなくこの長編みの柱に通します。で普通に持ってきて長編み。はい。あ、よいしょ。はい。をずっと入れていきます。はい。こんな感じで。こういう感じですね。こうすると後ろがちょっと飛び出た感じになります。はい。この表引き上げ編みもずっとここの、頂点まで、頂点というか長編みの部分をずっと、表引き上げ編みで編んでいきたいと思います。はい、それではですね、全部入れてきました。で、頂点のプラス2目、ここですね。こちらは長編みを2目普通に入れます。最後の2目ですね。鎖編みの中に入れる2目は普通に。で、鎖2で反対側ですね。2目編んで、はい。で、引き上げ編みをこちらも編んでいきます。はい。なんかこういう感じで、なんかね、ここ立体的になります。はい。ではこちらもずっと編んでいきたいと思います。それではこちらも引き上げ編みですね。編んできました。でですね、最後ね、ここの鎖編み1のスペース、こちらに普通に長編みを2目入れます。1、2と、はい、鎖1編んで、でここのマーカーの部分に長編みを最後入れますね。はい。これで引き上げ編み1段完成です。はい、それでは次の段ですね。はい、で、立ち上がり鎖3編みます。3個目はちょっと長めに出したところにマーカーですね。いつも通りですね。はい、では編み地をひっくり返しまして、1目鎖編みます。はい、ではこのスペースに長編みを入れまして、もうここから次方眼にします。はい、もう一回引き上げ編みしようかなと思ってたんですけど、方眼にします。はい。てな具合にですね、好みの部分で引き上げ編みを入れるっていう感じで編んでいくといいかなっていうふうに思います。はい。で、今回私肩にかけるようというよりは首に巻くように編みたいので、そんなに長いものではなくてですね、まあそこそこの長さで編んでいこうかなっていうふうに思ってます。で、色替えのタイミングもここちょっと分厚いですけど、あとこれからはまあ短めに、もう次この方眼終わったら次グレーに変えようかなっていう感じでちょっと思ったりしてます。では色替えをしつつ、この引き上げ編みを入れつつ
お好みの長さまで編んでいきたいと思います。それではですね、途中なんですけども、この、引き上げ編みの段がここ次の段になるんですけども、このまま表引き上げ編みで編むとこのポチが後ろに出ちゃうっていう感じになったので、多分この交互にやってくると思うんですけど、表側に出せる時と裏側になる時とあると思うので、今回はですね、裏引き上げ編みで、編みたいと思います。これが表引き上げ編みで編むとこうなるんで裏に出るんですね。なのでこっちだと裏引き上げ編みで編みますね。ではこの表だとこう入れるんですけども、裏は、糸をかけてこう後ろに出してきて長編みします。おっとっと。はい。こうするとここの部分が同じ面に浮き上がってくるので、今回は裏かな表かなっていうのをちょっと判断してですね、編んでいくっていう感じになりますね。はい。こういう感じでこちら側に出て、後ろはこういう感じに表引き上げ編みのような状態で編めますんで、後ろから、はい、こんな感じでずっとこの段は編んでいってっていう感じになります。今25段目編んでいます。ここが7段だったので、このグレーも7段にしまして、黄色も7段にしようかなと思ってます。方眼を5個入れたら引き上げ編みを入れるっていう感じで、ずっと編んでいきたいと思います。合計で44段編みました。これで編み上がりにしようと思います。最終方眼編みを返して、ここに引き上げ編み編もうかと思ってたんですけども、ちょっと色の変化の関係でこれでちょっと終わりにしました。はい全体的にはこんな感じです。こういう感じになっています。では全体像をお見せします。はい、巻いてみたらこんな感じになります。ちょっと背中に羽織ってみますね。はい、背中だとこういう感じになります。詳細は横に表記させていただきます。それでは本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方をポチッと押していただけますと励みになりますので、ぜひお願いします。それではおりんでした。さよなら。